を生き抜いてく混沌とした世界だからエビが渦巻いている細い糸が僕らを支配する形で舞台嘆くことしかできないならもう今夜は眠ろう回り回るメリーメリーゴーラン運命なんて信じない信じたくないゆらりゆられ流されるままに余裕だなんて洗うのねそんなの本当の自分じゃないよ誰かの祈りばかりじゃ成長できないちゃんと見える未来なんかないよ理不尽なリアルをしっかり見つめて生きてゆくそう絶対私の忍者先生。影丸も帰ってきてみんな揃いましたね。それで今までの人物などをわかる範囲でまとめてみた。全蔵関連組織図。はじめに今回の依頼者からの内容である人物を探し出すことで始まった。それが先日突然の電話で驚かされた服部善蔵であることが分かった。そして犯罪組織とはどんな関係があって手を貸してるのか、忍者が絡んでいた。あの時はさすがにまさかと思いましたが、現状考えられるのは甲賀の忍者かもしれないってことですね。それと善蔵を追った時に事務所に手紙を残したあの女性は、僕が外で見かけたタイミングと手紙のタイミングから考えると、手紙の差出人はこの女性で間違いはないとは思います。でも依頼者からは捕まえてほしい、この女性からは止めてほしいって善蔵さんが犯罪組織に絡んでいるのはわかりますが、まだ私には何がなんやら。そうですね。なんとなくですが、僕には単に犯罪組織を壊滅させるだけではない気がしてます。この先さらに犯罪グループは増えるのか、末端はいくらでもいるだろうが、各犯罪のトップさえ何とかできれば。第36話、甲賀と服部。なあ、小太郎。この組織は何が目的でこのような行為をしてるのでござろうか。そこまでは調べてはいませんが、このような組織の一般的な目的では、金儲けや仲間を増やすなどの目的が考えられる。人様に迷惑をかける行為で稼がなくても、普通に働く選択肢はなかったのですかね。そこはみんな誰しも初めから迷惑をかけて稼ごうなどは考えてなかったとは思いますよ。でも結果このような行為になってしまった。いろんな要素は考えられるが、トップの善蔵自身の考えが金儲けとは僕には考えられない。なあ、小太郎。気になることがあるんだにゃん。善蔵は服部半蔵の末裔みたいだけど、伊賀の英雄がなぜ甲賀にいるんだ。それは拙者も感じていたが、服部半蔵は伊賀でも知らぬ者はいないほどの有名人なのになぜでござろうか。さすがに二人とも伊賀の出身だけあり気づいてましたか。ですが正直言って僕もそのことはわからないのです。でもある人に調べるようにお願いはしました。調べるって探偵が他の人に調べてもらうこともあるのかにゃん。招き、
探偵はそこまで万能ではありませんよ。それに、正しい情報をもとに動かなければ、仕事にもなりませんからね。先生、調べをお願いした相手は、私たちが知ってる人だったりしますか？そうですね。早くも情報を入手したらしく、今日来るとは言ってましたが、もしかしたら、その噂の人でしょうかね。私が出てきますね。今、開けますので、お待ちください。くのいちさん、ご無沙汰してます。この度は、伊賀の、作探偵に、ご依頼、ありがとう、なんてね。お邪魔します。くのいちさん、お元気でしたか？今日は小太郎さんにお願いされてきましたが、聞いてますか？サクさんに、サクさんのお父様。先生からは、何も聞いてませんが、二人は旅行ですか？あれ、聞いてなかったんだ。それに、旅行ではありませんよ。それと二人は、探偵を始めたのですか？事務所は離れていても、同業者として、ライバルですね。冗談で言ったのに。ああ、サクさんとお父さんだ。くのいちが何かバカなことを言ってないか心配できたにゃん。こら、バカ招きは、また私をからかいに来たの。からかうも何も不安要素しかないくのいちだから当たり前の心配だなん。お父さん、二人は熱く語ってるから、入ろうか。ご無沙汰してます。お邪魔させてもらいますね。お、誰かと思えば、サクさんではないか。影丸も闇野さんも元気そうだな。二人は伊賀を離れるとか言ってくれればよかったのに。伊賀の里の仲間は別に家族でもないし、言わなかったでござるよ。なんかショック。まあ、いろいろと積もる話もあるでしょうが、サクさんも、サクさんのお父様も、今回はわざわざ、旧都心まですみませんでした。それでは、お二人に服部半蔵殿と甲賀のつながりを調べてもらったわけですか？さすがは闇野さんですね。禅蔵の先祖が、服部半蔵殿と分かった時点で動いてました。そういうことだ。旧都心って場所に興味もあったし、喜んで引き受けたよ。小太郎探偵は、そんな利益が出てないから雇えないぞ。影丸よ、あまり、小太郎探偵の内情を言わないで。雇われに来たのではないから平気だよ。それに、今の僕には、伊賀の里を守る役目もあるからね。それなら安心したでござる。せっかく旧都心に来たんだし、ゆっくりするでござるよ。まったく、招きは、くのいちさんも、招きも来ましたので、みんな揃いましたね。それでは、服部半蔵殿が、甲賀に関わっていた情報を調べてきてもらいましたので、サクさんのお父様、お疲れでしょうが、報告をお願いします。わかりました。伊賀で調べた過去の内容ですが、お話しします。伊賀忍者、甲賀忍者との関係性特徴。服部半蔵殿の甲賀での働きを調べました。伊賀忍者は個人単位で活動し、複数の依頼人を相手に技術を売るのが特徴であり、一方、甲賀忍者は組織的な集団として特定の主君に仕えていました。技術、忍術を得意にしていた伊賀、知力、防御力を極めた甲賀。犬猿の仲との言われもあるが、実際には山一つ挟んだ隣人同士で協力関係であった。服部半蔵殿は特に甲賀忍者に対し己の忍術を教え伝えた。
伊賀甲賀の司令塔と言われ、槍の半蔵の異名で名を広めた。私が伊賀で調べた結果は以上になります。それなので、甲賀に服部の子孫がいても不思議ではないのです。サクさんのお父様、調べていただき、ありがとうございました。これで善蔵が甲賀で存在していても不思議ではないことが理解できました。なんか、ロマンっていうのか、考えるだけでも、かっこよく思えますね。私のご先祖様も、そんな人たちの支えになっていたのでしょうね。そんな話を聞いたら、拙者もますます新しい開発に意欲が湧いてくるでござる。とにかくこれで、謎は少しでも解明できたので、すっきりしましたよ。サクさんも、お父様も、時間がもしあれば、旧都心なども観光してみてくださいよ。そんな展開のお楽しみもあるのかと、私も来たので、旧都心を散策してきます。それなら、サクさんの案内人は、私がするにゃん。サクさんは、何か目的とか決まってるの？何も決めてないけど、楽しいに決まってるから。それならね、猫の博物館とか、猫のショッピングモールとか、猫カラオケとか、猫の恩返しとかはどうかな。冷やしチュールもあるにゃん。招きは、猫ばかり案内しても、サクさんは嬉しくないでしょ。すごく楽しそう。旧都心って、やっぱり都会だよね。たくさん行きたくなっちゃう。サクさん、それは本音なの。それじゃ、お父さん、マネキちゃんと、旧都心で楽しんでくるね。マレキちゃんがいるから平気だとは思うけど、サクは好奇心旺盛だから危ないことには首を突っ込まないようにはしろよ。わかったよ。招きはサクさんを変な場所に連れて行きませんかね。なんか自分の行きたい場所ばかり案内しそうで。平気ですよ。招きもそこは考えて案内をするでしょうし。最近の招きは留守番ばかりでしたから、散歩にはタイミングが良かったですよ。サクさん、今日は珍しく、小太郎から何か買ってあげてって言われてるから、遠慮はいらないにゃん。だから先に買い物でもしようにゃん。かなり楽しいんだけど、サクさんは他に何か行きたいとか浮かんだりした？そうだな。駅前のアリーナは綺麗で大きくて中には入れないだろうけど、外観だけでも見ときたいな。わかったねん。このすぐ先だから行くねん。やっぱり大きくて綺麗だね。かなり多目的にイベントなんかもやってるみたいで、いつか行くことを目標にしよう。それならどうせだし、もう少し近くに行ってみるなん。先生、招きの帰りがちょっと遅いので気になります。なんでしたら私が迎えに行ってきましょうか。そうですね。僕が頼んでサクさんに何か買ってあげてとお願いしたのもあり、遅くなっているのかも。ですが、今回の件もありますから、警戒するに越したことはないですね。くのいちさんではなくて、闇野さんに迎えに行ってもらうのはどうですか？わかりました。私も旧都心に行って遊びたかったな。それでしたら、旧都心までの道のりは覚えたので、行ってきますわ。それと追加任務で、
今回食べたいちごちゃんのケーキをまたお願いできますか？サクさんやお父様にも食べさせてあげたいので。やったね。あそこのケーキは大好きなので、ウキウキ気分になってしまいます。先生は乙女心をしっかりと分かっているのですね。かしこまりました。いちごちゃんのケーキを忘れずに買ってきますので。何か人の気配が。あの顔、どこかで。善蔵殿での手紙を置いていったあの女性に似てる。しかし、顔は似ていても雰囲気が全く違う。別人なのか。あの女性のことが気になり尾行したいですが、今回の任務はサクさんとくのいちさんの様子を見に行くこと。残念ですわ。こんな近くで見れるなんて嬉しいな。東京タワーとかスカイツリーなんかにも行きたい憧れがあるんですよ。やっぱりこのキュート神は逃げるにも裏道を知ってるし、とにかく女の子のレベルが高いのが魅力だよな。今回もかなりのアイドル風の可愛い子を発見したぞ。シャッターチャンスは俺の楽しみだよな。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。今手のひらを握りしめて私は泣かない。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。もう一度会いたかった。私は泣かない。